サリューどうも皆さん、本日もお疲れ様です。なかなか過ごしやすいこの季節、この人の季節やってきました。春キャベツ。春キャベツはもう何なんですかね。なんでこんなうまいんですかね。普通のキャベツも美味しいんですけど、やっぱちょっと特別感あると思うんですよ。そんな春キャベツを使って今日はロールキャベツ作ってきます。もちろんね、皆さんご存知だと思うんですけど、なかなか手間のかかる料理ですよね。ひと手間はどうしてもかかってしまう。であればやっぱり美味しく作りたいじゃないですか。ただね、意外と美味しいロールキャベツって難しいと思うんですよ。実際作った方はね、わかると思うんですけど、トマトで煮るのもよくある形であると思うんですけど、なんか味の統一感がうまく取れなかったりとか、キャベツとお肉の一体感がちょっとなんか甘いなとか、そんな問題全部解決するんで、ぜひ最後まで見てってください。まずこの柔らかくて甘い春キャベツを軽く茹でます。塩をちょっと強めに効かせて、で茹でるときはもう勝手に外側の葉っぱからほぐれてくるので、その順に引き上げていくっていう感じです。色をね、綺麗に出したい場合は氷水に落としてもいいんですけど、やっぱりこの後ね、加熱していくのでどうしても色が飛びますから、そんなに意識しなくていいかなと、家でやる場合は。それでキャベツといえばこの芯の部分、好きな人は全然好きだと思うんですけど、僕はね、できれば綺麗に取り除きたいというか、葉っぱの部分となるべくそんなに違和感感じないぐらいの薄さにしたいんで、削ぎ落として、でこの余った部分っていうのは刻んで肉の方にね、混ぜ込んでいきます。なのでなるべくできる限り細かくしておきます。で今回のキャベツは結論から言うと、よくあるトマトで煮込む、ああいったことはしないです。焼くっていうのが主なテーマなのと、なるべく素材と水、これだけで味っていうのを完成させていくというところですね。なのでいろんなね、食材多種多様に使って複雑味を持たせてとか、そういうんではないです。やっぱり料理の基本になる素材、あとは塩加減、水、これだけでしっかりといい料理っていうのが作れるっていう、そういうレシピの紹介の仕方ですね。今回の作り方のロールキャベツ、しっかりとマスターできたら、いろんなバリエーション、味の枝分かれがしやすいと思うんで、結構ね、いいレシピだと思うんですよ。前に鶏もも肉と玉ねぎだけで料理を美味しくするよみたいな、すごく皆さんにいい反応いただいた動画があったんですけど、それとね、考え方は近いですね。やっぱどうしてもこういうハンバーグのようなベースの種を作るから、鶏もも肉一つだけとかそういう風にはいかないんですけど、でもうまみ調味料とか、そういったものは使わないで、素材感っていうのの生かし方っていうのがね、こんな感じもありますよという、ほんと基礎的な部分です。で、まずはひき肉ですね。合いびき肉で全然大丈夫です。そこに塩をして揉み込んだら、パン粉と、あと刻んでおいた先ほどのキャベツ、あとチーズですね。これは粉チーズとかで代用してもらっても大丈夫です。これがいわゆるうまみの補填みたいな部分ですね。お肉だけだとちょっと足りないかもしれないうまみの熟成感っていう部分です。でもしあればローズマリー、乾燥ローズマリーとかでもいいんで、あるとね、これまた幅がね、だいぶ広がります。やっぱりね、ハーブとかスパイスっていうのはね、あるといいですよ。これ軽く揉んだ後にシナモンと、あとナツメグのパウダーも香り付けで加えておきます。ナツメグとかはハンバーグに使うから、割と家にあると思うんですよね。でシナモンは好きな人はね、朝食のトーストとかに振ったりすると思うんで、割と持ってる人もいるんじゃないかなと思うんで、私んちちょうどシナモンとナツメグあるわっていう方はぜひ使ってください。そしてしっかりとこねたら成形して、だいたい8等分ぐらいですかね。普通のハンバーグよりは若干一回り小さいぐらいのサイズです。グラムにして90グラムぐらいですかね。85とかで、卵使いません。卵とあと牛乳、これはね、使うメリットもたくさんあるんですけど、やっぱ今回みたいなケースだと肉感がね、弱くなっちゃうと僕は思うんですよね。なので肉の存在感というのをしっかり出したいので、パン粉ぐらいで大丈夫です。あとはハンバーグとかと違ってキャベツで包んでいくんで、そんなに決着力をとにかく意識したいわけではないですから、そういった理由もあります。
でこれであとはキャベツで包んでいくと。この包むのも結構重要ですよね。ビジュアル的な部分もそうですし、しっかりとほどけないようにキュッと締めるっていう部分で、ロールキャベツなんですけど、そんなにねロールさせなくていいかなっていう、見てもらうと分かるんですけど、こんな感じでそんなにね丸くないというか、巾着っぽい感じですかね。この方がね焼きやすいんですよ。今回はメインは焼くっていうことなんで、ロールさせるとねちょっと管理が大変なのと、火が入りづらくなる。若干これぐらい平べったい方が火が入りやすいんで、ガンガントマトとかで煮込むわけではないので、こんな感じで火が入りやすい方が調理がしやすいです。でなるべく両サイドあんまりたくさんキャベツあってもしょうがないんで、カットして内側に入れちゃうと。であとはもうとにかくギュッとね手前に絞り込むようなイメージで形をねキープさせるっていう、意識が大事ですね。そして頑丈な外側の葉っぱはもちろんね外側に持ってきて、内側の柔らかい葉っぱっていうのは内側にっていうセオリー通りというか、そのやり方はしっかり忠実にやった方が美味しくできると思います。この後冷蔵庫で10分ぐらい休ませておくと、形がねカチッとしてだれないというか焼きやすいと思います。で折り込んだ方に小麦粉を振ってしっかりと焼き固める、ほぐれないような感じにするっていうワンポイントがありますね。フライパン中火にして、中火若干強火よりの中火にして、で、蒸し焼きにしていきます。はい、こんな感じでね5分から10分も焼いておくとね、かなりいい焼き色ついてきます。キャベツ軽く茹でてるので、キャベツから水分も出てきますから、それで十分こういう風に蒸し焼きできます。キャベツの焼いた香りと肉の相性ってものすごくいいと僕思うんですよ。ロールキャベツやる場合はもうもってこいだなと。でこれ火入れの目安なんですけど、だいたい5分焼いてひっくり返して5分で、その後水をほんの少量入れて 2,3 分しっとりさせるようなイメージで水を加えますね。あとは最後のソースの役割もあります。結構ねこんな感じで茶色いほんといい感じのソースベースが出来上がってくるんで、ここにパルミジャーノレジャーノなくても肉のエキスで十分味は決まってるんですけど、少し乳化させて贅沢感プラスさせるためのパルミジャーノレジャーノですね。でこんな感じで乳化できたので、盛り付けドレッセします。いやうまそうなんですよ。もうこのソースの色がね期待感しかない。わかります？このキャベツと肉に対してこのソースの色、これがねちょっとやっぱ僕が思うロールキャベツなんですよね。シンプルで素材感があって、それでいて気品も感じるような、最高だと思います。いただきます。いやうまそう。うわいいね、いいよ。うまいわ。春キャベツやばい。これ絶対米にも合うわ。キャベツうめえ。甘い。めちゃくちゃ甘みが出てる。甘いんだけど香ばしい。でね、口の中でスッと消えていく感じ。変な余韻もないのがまたいいですね。肉にやっぱあんまいろんな調味料入れてるわけじゃなくて、極力シンプルな味付けにしてるから、このね、肉の良さがすごい出てる。肉々しい。肉食べたいけどキャベツも美味しく食べたいんだっていうね、ほんと欲張りな人たちをね見事にこれは掴んでる。最高だこれ。キャベツはしっかりと焼いてるからビチャッとした水っぽさっていうのはない。ほんとちょうどいい水分が残ってて、全体的にねこれは非常に完成度が高いと思ってます。パン粉だけにしたっていうのはまたいいっすね。噛んだ時の肉の旨味っていうのが感じられるんだけど、ふっくらとしてるっていうね。でもこの焼いた時の肉汁で作ったねパルミジャーノと一緒に作った簡単なソースがね、これまたいいんですよね。これね絶対あった方がいい。全然邪魔しないんだけど絶対あった方がいい。いやこれ食いすぎるな。おかわり案件だ。というわけで素材と水で調理するロールキャベツでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。